もイカゾンです。今日はね、1000cc のバイク必要かどうか、ね、僕がこれ乗ってるの YZF-R1 の、ヤマハの2015年モデルですね。 1000cc です。僕にね、もしね 1000cc が必要かって言ったらね、必要ですよ。乗ってるんですから通勤とかする人がね、もし買うんであれば多分必要ないですよね。これはやっぱしこのバイクなんか特にね、300キロぐらい出るバイクですからね。300キロぐらい出るバイクですから、普通に乗る、通勤で乗るだけじゃ必要はありませんね。もしこういうバイクを楽しむってんだったらね、持ってもいいと思いますけど。であとはあれですね、ツーリングなんかして、ね、長い距離をね乗るんだったらね、やっぱし 1000cc とかね、7半とか600とかあった方が楽ですよ。高速なんか乗るときにね、ずっとふかして乗ってると疲れるんでね、腕が。でこういう1000シート椅子とかだったら6速にまでにすればね、 RPM がね意外とね低い状態で高速走れるからね、すごい楽なんですよね。でも短い距離通勤するだけの人はね、やっぱり必要ないと思いますね。短い距離をね通勤する人なんかだったら250とかね、そのぐらいで十分だと思いますよ。125でも多分高速に乗らないでちょっとそこまでっていう感じだったら乗れるんじゃないですか。アメリカでなんか最近流行ってるのがホンダのブロンっていうやつですよ。あれは 125cc のバイクなんですよね。なんか本当にちゃんとしたバイクですよ。アメリカでねバイクに乗るとね、普通の道でもね平気で100キロぐらい出せるところがあるんでね、ここももう100キロ近くですよ。マイルですけど今55マイルって出てますけど、もうちょっといったら 100キロ近くですからね。だからアメリカでね友達とね乗ったりするときにはね250だときついんですよね。こっちの人フリーウェイでもなんかすごいスピード出すんでね、高速100キロぐらいが本当は制限速なんですけどね、それをはるかに上回るスピードでねみんな走ってますからね。普通にアメリカでね友達とねなんかバイク乗るっていうんだと250だとギリギリ、それ以上下だとねついていけないですね。置いていかれちゃいますから。でもまあ一人でねこうやって山道にね走るだったら小さくても構いませんけどね、一人でただ景色を楽しみながら走ると。僕の場合はねサーキット持っていくのに限定でバイク買ってますからね、このバイクもねサーキットに持っていこうと思ってるんですね、そのうち。それで僕が持っていくサーキットは意外と高速なんでね、1000cc でも意外と楽しめるんですね。でも高速だけにやっぱし落ちるとバイクがぶっ壊れますんでね。家に2008年の R6 があるんですよね。サーキットに持ってった時にねこけてね、今修理中なんですよ。じゃあちょっと話から脱線しましたが、 250cc でやっぱしね友達乗るとするとねやっぱり辛いですね。乗れないことはないですけどね。でも高速とかに乗ってみんなについていこうとするときつくなりますね。ここはね前来たところのもうちょっと奥の方の山の中で、サンティアゴキャニオンという場所に来てます。それで一応ね山道なんですかね、山の間を抜けてね反対側まで出ることができるんですね。あまりくねくねした道じゃないですけど、まあ景色はいいんでね、走るのには最高の場所です。バイクね好きな人ねがこうやってリターのバイクに乗って遊んでる、楽しいですよね。スピードが出るし加速もいいし、
それ僕がこれ乗って欲しいから買ったんですから 1000cc が必要かっつったらまあ実際問題としては必要ないでしょうね。600cc でも十分道で走る分には力ありましてるような感じですから。でもやっぱり 1000cc だと楽しいですよね。僕もこういう山道の中で膝すりしながら走ってましたけど、今はもうそういうことをしますね。先とに行き出してからね、そういう高速で走るのはほとんどサーキット内ですね。こうやって山道に走るときは景色を楽しんで、他のライダーの何に乗っているバイクを見ながらね、走ってね、楽しむという風な感じに走ってます。前にね乗ってたのが 600cc なんですけど、やっぱしこういう山道の中で走るのには十分ですよね。そんな急に加速上げたりするんじゃないんで。でもサーキットに持ってったりする人なんかはね、ターンから出るときにね力があるのが楽しいんですよね。こうグーって引っ張ってくれる感じが。でアメリカで250乗ってるとね飽きるんですよね。こういう広い道があるところで250に乗るとスピードが出したくなるんですよね。でそうするとやっぱし250よりね600とか7半とかね100キロ走行してても加速できるようなバイクが欲しいですね。あとね250とかでね高速で乗ってるといざね加速しないといけない時にねできない時がありますよね。ちょっとだったらできるかもしれませんけど、特にこっち高速本当に速いんでみんなねすごいスピードで走ってるんでね、250がギリギリのところで走ってるんでね、800とか7半とか1000とかじゃないとね、いざね車とかが自分のレーンに入ってきた時にね加速して避けるとかねできないですよね。その分リッターとか7半600とかなんかはねギア以降落としてね加速して避けたりね簡単にできるんで、